タイ・ウドンタニ県。首都バンコクから約 500km 離れた東北地方にある県であり、ラオスとの国境もすぐそこです。空路であればバンコクからの所要時間はわずか1時間。またウドンタニ空港は中心部至近であり、市内まではタクシーで20分程度です。グラブが十分に走っていて助かりました。ウドンタニを訪れた目的は2つあります。1つ目は2023年12月にオープンしたばかりの世界初のベトナムタウンへ行くこと。ベトナムに住んでいる以上訪れないわけにはいかないよね。2つ目は日本のうどん県といえば香川県ですよね。で、タイの人ってうどん谷のことをうどんって呼ぶらしいんです。つまりこれはもう名実ともにタイのうどん県。そうだ、うどん谷でうどんを食べたら面白いんじゃない？ということでうどんを探し出して食べようと思います。おはようございます。まずはベトナムタウンに行きたいと思います。どうやらうどん谷にはベトナムにルーツのある住民が多いらしく、それが縁となり2023年12月に世界初のベトナムタウンが誕生したとのことです。ベトナムコミュニティ自体は世界中で見られると思いますが、この一角はベトナムタウンですと宣言したのが世界で初めてということなのかな。ベトナムタウンがあるのはうどん谷の中心部です。中華街の回廊を彷彿とさせる大きなゲートが目印です。そこまで巨大ではないものの、なかなかのにぎわいっぷりですね。ホイアンを思わせるランタンが素敵。特にベトナム語らしき言葉は聞こえてこないな。まあベトナムから人々が移住してきたのが70年も前ということなので、文化的に同化してタイ語を話していると考えるのが自然ですかね。ポコアやバインセオの屋台がありますね。バインミーとかフォーとか、いかにもベトナムなものがあるかと思ったけど意外とないな。ベトナムコーヒーの屋台だ。へい姉ちゃん、ココナッツコーヒーくださいな。支払うときお店の人からナムモイラムと言われたので、ベトナム人だと思われた可能性がキョレゾン。コミュニティホールがあります。飲食家のフリースペースとなっている模様。壁にはベトナムらしい絵が描かれており、写真撮影スポットになっていました。突然ベトナム語のカラオケが始まりました。なんだろう、ベトナムに住んでまだ1年ちょっとだけど実家のような安心感。ベトナムタウンのオープンにあたってはベトナム企業からの支援もあったみたいですね。まだ開業したばかりですし、今後の展開に期待したいです。よし、うどん食べよう。日本のうどんが食べられたらいいやくらいの感じだったのですが、
どうやらうどん谷にもうどんのような麺料理があるとのことなので、まずはそちらを食べます。こちらのレストランは台湾ミシュランガイド2023に掲載されるほどの有名店です。メニューはタイ語オンリー。Google 先生、あとはオナシャス。注文したのは店名にもあるカオピヤック。元はラオスの麺料理とのことです。米粉がベースのもちもちした麺。絶妙な太さも相まってうどん谷のうどんと言って間違いないでしょう。スープはとろっとしており、うまみたっぷり濃厚でコクがあります。豚軟骨の角煮。これが軟骨プルプル、肉ホロホロですごかった。感じの割烹、小料理屋で出されてもおかしくないような、日本人が絶対に気に入る味付けです。カオピヤックを堪能したところで、次は日本のうどん探しです。うどん谷、結構日本食レストランが多いんだな。弥生県や大戸屋まであるし。でもせっかくなので地元の日本食店で食べたいよね。こちらのお店でカレーうどんを提供しているとのこと。行ってみよう。みゆきは日本在住歴30年以上の女将スパラットさんが一人で営むお店です。なお、お子さんはすでに自立、ご主人は神奈川に残っているとのこと。美味しい家庭料理です。思わず実家の母に思いを馳せてしまいました。ところで、おかみさんは話好きで、とにかくいろんな話をしました。飲み屋で働く若い女の子の将来が心配だということや、うどん谷に日本人街を作りたいということ。その他、ネットの海には流せないような込み入った話もあったかも。すごく面倒見のいいおかみさんで、日本で右も左もわからなかった時にたくさん助けられたから、今度は自分が助けたい、とのこと。うどん谷にいる日本人で困りごとがあったり訳ありの方は訪ねてみるといいかも。夜になるとこの近辺に日本式のラーメン屋台が現れるとの噂を目にしました。屋台のラーメンってフィクションではよく見るけど現実には見ないものの筆頭じゃない。とりあえず駅周辺を散策してみようかな。こちらは服飾雑貨が中心のナイトマーケットで飲食屋台もあります。ベトナムだとこういうところに出自不明のブランド品が蔓延していますが、さすがにタイはちゃんとしているでしょう。いや、ちゃんとしてないな。リサだ、ドサイだってなんこれ。こっちはリシだ。せめて統一しろ。ラーメン屋台はどこかなと思ったらすぐ見つかった。そして思った以上に日本のラーメン屋台で周囲との違和感がすごい。異世界に飛ばされたラーメン屋台とかナロー小説の設定でありそう。メニューは80バーツのラーメン1種類のみで勝負されています。チャーシュー、ゆで卵、青菜、メンマ、ネギの乗ったラーメン。贅沢だ。
麺は中太の縮れ麺でチュルチュルと小気味よくすすれます。豚骨スープはしつこくなく優しいあっさり味。飲みの後に食べたいやつだ。ちなみに屋台の大将はタイ人の方でしたが、日本語もお話になります。日本に住んでたこともあるのかな。話を聞いてみたかった。